ジグラシアルのチャンネルをご覧の皆様おはこんばんちは、コメージ小石です。さて、今回は番外編です。当チャンネルの SNS でちょっと触れたカメラワークのお話をしたいと思います。今見ていただいている映像は、ウェールズ船のあやさんの1ラップです。すでに投稿されているウェールズ船の動画で、ゆゆさんや私を映していたカメラワークと違うのがわかりますか？動画で使った方のカメラワークはこの後でお見せしますけど、これがこのコースデータにもともと付属していたカメラワーク設定です。悪くはないんですが、同じ構図が何度も繰り返されているのが気になります。このカメラワーク1周だけならまだしも、連続周回になるとどこのコーナーの場面なのかが本当にわからなくなってくるんです。ただカメラワークだけを理由に動画にできないのはもったいない題材のサーキットだったので、編集担当は一念発起してカメラワークを作り直すことにしました。今マシンがまともに映ってないカットがありましたね。ああいうのもできる限り直したかったんですね。このゲームは G モーターというゲームエンジンが使われているんですが、ああいうカットができてしまうのはこのゲームエンジンの仕様の問題でもあります。ですがそれはまた後で解説しましょう。カメラデータの基本的な仕組みは後継である R ファクター、R ファクター2でも大差ないはずです。実態はこの通りテキストファイルで有志の GUI ツールでも編集ができます。編集担当が今回使っているのは R ファクター用の AIW プラスタムエディターです。コース図上でウェイポイントとカメラの両方が編集できる素晴らしいツールです。ここが最終コーナーですね。さあ今度はカメラデータ変更後です。さっきと同じラップを別カメラデータで撮り直しています。ウェールズ戦でのポイントはこの第2ストレートのカメラ、単なるズームと首振りではなくカメラの位置がマシンに合わせてちょっと動いています。使えるカメラは大まかに3種類です。まずは今見ていただいているトラッキングカメラ。カメラの位置は固定で、ズームと首振りでマシンを追いかけるカメラです。ズームを全くしないようにもできます。元データではこれしか使われていませんでした。次はさっきの第2ストレートで使われていた移動トラッキングカメラ。カメラの位置自体も動かせるトラッキングカメラです。設定がシビアで全然思う通りに動いてくれません。3つ目はこのウェールズでは使わなかったんですが、位置も画角も固定のスタティックカメラがあります。中度シュライフェで立体交差下を映していたのがこのカメラです。この辺りは位置固定の普通のトラッキングカメラだけで映してます。ズームと相まってカメラ位置が動いてるように見える時もありますね。リアルのレースではやれないようなこんなアングルが使えるのが魅力です。コース内のランオフエリアに堂々とカメラを置けます。このストレートを映しているのもカメラ位置は固定のトラッキングカメラです。最初の方はマシンの動きとズームが噛み合ってカメラも一緒に動いてるように見えましたね。左に長く回る17コーナー、ここは移動型カメラを使っています。設定がザルであまりそう見えないのが残念です。やろうと思えばもっと長い距離をドローン追尾のようにできなくはないんですが、設定があまりに難しいのと集音マイクの使用上やめておいた方がいいです。これが今回使ったエディターのカメラ設定の画面です。今選択されているのはホームストレートのカメラ、上側が1コーナーです。この部分のカメラですね。これはトラッキングカメラなので対象マシンを勝手に中央に捉えて映してくれます。水色の十字がカメラ位置、そこから伸びてる黄色い直線が画角、黄色い円の中央あたりにある黄色い四角が集音マイク位置です。画角と集音マイクが表示されるのは選択されているカメラだけです。ちなみに古いゲームなので起死回進度や広角歪みの概念はありません。そしてこのたくさんある円はマシンがここへ近づいた時にそのカメラの映像が使われるという目安です。カメラデータ修正前の映像でマシンがまともに映ってないカットがありましたね。あれはこの円の範囲設定とカメラ設定がファイルに書き込まれた順番とが噛み合ってない時に起こって意図してない場所のカメラ映像が使われてしまっているんです。カメラのスイッチング順はカメラ設定がファイルに書き込まれた順番と今のカメラの範囲円から次に近いところの両方がゲームエンジンによって判断されて決まります。ですのでサーキットオブウェールズやモテギ、中度シュライフェのホームストレートとかは複数のカメラ位置が近くなりすぎて調整が地獄の難易度になります。収集がつけられなくていまいちな構図で妥協したところもたくさんあるんです。この画像はモテギ、水色の線がカメラ移動のパス、移動型カメラはこの線に沿って動きます。この後で映像を流しますが、モテギは実は元データで本物の中継の構図がよく再現されていて、わざわざ手を加える必要はないくらいだったんです。ですが、視聴者の皆様が見慣れているからこそ、雰囲気を壊さない範囲で変えてみようということになったようです。
そういえばあやさんは茂木のレース後半でアンダーステアでのピンチを訴えてましたが、あれはあやさんの錯覚みたいなものです。ベストラップを出したのはこの映像の11周目ですし、後半スティントの方がおしなべてタイムが良かったんですよ。今一瞬だけ妙なカットが入りましたね。あれも意図してないスイッチングのはずです。リアルでの中継でおなじみのアングルですね。ズーム性能がいまいちなのはデータの作りのせいではなくてゲームエンジンの仕様です。エンジン音が小さい時が多いのにお気づきでしょうか。この元々のデータでは集音マイクがどれもカメラと同じ場所に置かれているんです。カメラ自体は集音しないのでこれはこれでリアルでもあるんですけど、長距離をドローン追尾みたいにはしない方がいい理由でもあります。カメラを移動型にしても集音マイクはそれに追随できない仕様なんです。またカメラ1台につき集音マイクは1個だけなので、カメラ1台で長距離移動すると映ってる映像となってる音が全然違うということが起きます。これは視聴者に強烈な違和感を与えるので、できる限り避けたい現象です。なので変更後のデータでは移動型カメラでも距離を区切っています。元データで使われているのはやはり1固定のトラッキングカメラだけです。ですがご覧の通り、それは悪いことでは全然ありません。微調整だけで良くなるならそれに越したことはないんですが、先ほどのカメラスイッチング順番の使用のせいで問題なかったところがおかしくなる場合もあります。そうなるとだんだん収集つかなくなって最初から作り直した方が早いとなるわけです。レールズと同じく映している周回自体はさっきと同じです。ちなみに10度シュライフェの元データはホームストレート周辺以外マシンが映らないというとっても運しっこなデータだったので比較になりません。ブルースカイに投稿した動画のはもちろん修正後のデータによるものです。この4コーナー立ち上がり、本当はマシンの右側から左に移動ってしたかったんですけど、カメラ動線を伸ばしたり移動速度を変えたりしてもそういう動きにならなかったようです。こことさっきのストレートはマシンを追随しないスタティックカメラです。スタティックカメラで難しいのは映す角度と映す時間ですね。カメラ範囲の円の大きさをうまく調整しなければなりません。このカメラを何秒間使うという直接の指定はできませんから、それはもうデータの調整と映像の確認の繰り返しです。このあたりは他のレースゲームのデータ制作でも VR 中継の映像制作でも一緒だと思います。以上、カメラワークについてのざっくばらんな番外編動画でした。今後のレースでは毎戦毎戦カメラデータを作り直すわけにはいきませんが、それでも目に余るようなのは改善できることが分かったのは収穫です。元素強スポーツプロトタイプカー選手権はおそらくもう少しは続くはずなので、こんな裏作業もあるということを知った上で、このシリーズをごひいきにしていただけたら嬉しいです。それではまた次戦の本編でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。